どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年24号ワンピース最新話1049話目指すべき世界を考察していきます。この1049話は2ヶ月前に Twitter で、そして1ヶ月前に YouTube 上で話数の語呂合わせから予測したように、やはりポイントになる神回でした。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。1049話のスタートは鬼ヶ島上空、ルフィ VS カイドウ。飛竜となったカイドウと空想のまま戦うルフィ。これは1049話に似た449話の扉絵には赤い竜とホムラ雲、そして鼻くそをほじるルフィは鼻空想、さらに桜が舞う情景は竜王 VS 竜王。そして先週考えたように、やはりルフィの拳は灼熱の飛竜をまとうカイドウにブシューッと少し触れました。これが1049話の話数の語呂合わせ。一つ目、定食もしくは接触でしょう。そしてカイドウはルフィには世界を変えられないと言い、自分の子供時代を思い出します。10歳にして最強の兵士と呼ばれたカイドウはたった一人でどこかの舞台に勝利しているようですが、この1049話は49話とつながるでしょう。49話ではたった一人の男にクリークの大艦隊は潰されたのかと、最強の剣士ミホークの強さが語られていましたから、最強の兵士カイドウとつながっており、そしてクリークとはドイツ語で戦争という意味です。カイドウは46年前ウォッカ王国にいました。ウォッカ王国の由来はお酒のウォッカでしょう。ウォッカは麦から作られる菓種ですから、麦わらとの因縁を感じます。そして菓種とは火をつけると燃えるお酒の分類なので、カイドウの火炎太鼓や戦争ばかりしている国ウォッカ王国のイメージ通りでしょう。そういえばカイドウの悪魔の実はウォッカ。そんなウォッカ王国は天竜人への天上金を納めるために戦争を行い、さらにレベリーに参加するためにカイドウを捕らえて海軍に売り渡すようです。これが1049話の話数の語呂合わせ。2つ目、人を要求でしょう。ここで疑問なのは、カイドウの出身地はどこかという点です。ウォッカ王国の人々にはカイドウのように角が生えていません。以前カイドウはパンクハザードで作られた人造の古代巨人族ではないかと考えましたが、この辺りはいつの日か明かされるのでしょうか。政府に捕まったカイドウは脱獄を繰り返しているようで、腹が減ったらわざと捕まっていたようです。その懸賞金は10代にして7000万ベリー、ビッグマムの子供時代が5000万ベリー、ロビンの子供時代が7900万ベリーですから、かなりの高額でしょう。そして場面は44年前の海賊島蜂の巣へ。15歳のカイドウは若き白ひげと出会います。これも1049話の話数の語呂合わせ。接触、そして人を要求でしょう。ロックスはどうやらカイドウの力を要求していたようです。そのカイドウはロックス海賊団へ。そこではビッグマムとも出会っていますが、しかしすぐにロックス海賊団はゴッドバレーでガープに敗北し解散して、カイドウは姿を消しています。その後カイドウは政府に捕まったのでしょう。パンクハザードではキングと出会い、2人は脱獄したと1035話で語られていました。それから10年、次にカイドウに接触したのは黒ずみ日暮。日暮はワノ国の人々への復讐を遂げるためにカイドウをワノ国へ誘致しました。これも語呂合わせ。接触と人を要求でしょう。そして日暮はカイドウに、人間は動物だ、弱肉強食こそ自然の姿だと言います。これが1049話の話数の語呂合わせ。3つ目、重欲でしょう。重欲とは辞書によると抑えが効かない動物的な欲望です。さらに日暮はカイドウを武力の化身だと例えました。この武力の化身はここまでずっと考えてきた太陽の神ニカを表す死を恐れぬ信念、一本の槍ゼフのセリフにつながります。65話でゼフは全身に何百の武器を仕込んでも腹にくくった一本の槍にはかなわねえこともあると言っていましたが、この時ルフィと戦っていたクリークは自分のことを最高の武力だと例えていました。さらにクリークは65話でルフィを猿と呼んでおり、ルフィの大技バジュラングガンのイメージと合致しています。とにかく武力の化身カイドウはワノ国を支配して国全体を武器工場へと変貌させました。もしかしたらクリークが全身に仕込んでいた武器もワノ国産なのかもしれません。そしてカイドウは貴族として生まれただけの平和ボケした権力者どもを戦場へ引きずり下ろせ
と言います。このセリフは頂上戦争のドフラミンゴとリンクするでしょう。ドフラミンゴは556話の頂上戦争で、平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違うと叫んでいましたが、まさにカイドウこそが平和を知らない子供で、ドフラミンゴは戦争を知らない貴族の子供であり、そしてカイドウとドフラミンゴ、手を組んでいた2人の目的は同じ、世界を壊すことでしたから、実は価値観は一致していました。そして母親は登場していませんが、ヤマトが生まれたようで、そのヤマトは光月おでんの公開日誌を読んでジョイボーイについてカイドウに尋ねています。カイドウはジョイボーイが誰なのか分かったと言います。場面は戻って鬼ヶ島。ここでテナガ族の CP0 が脱出。そして城内には火消しのための象の水が溢れ返り、水中でみんな泳いでいます。これが1049話の話数の語呂合わせ4つ目、人泳ぎ。人泳ぎでしょう。一方、宝物殿では首を切られたオロチが燃えており、伝次郎は光月日和を抱きしめて、よくぞ耐え忍びましたね、長い長い年月をとねぎらいます。これが1049話の話数の語呂合わせ5つ目、年食う。年食うでしょう。20年間伝次郎と日和は憎きオロチに仕え耐え忍び、27歳の伝次郎は47歳に、6歳の日和は26歳になりました。しかし一方、城内の象の水は鬼ヶ島から溢れて、なんとカイドウの焔雲を消してしまいました。カイドウの焔雲が消えてしまった鬼ヶ島は浮力を失い落ちる。鬼ヶ島が落ちれば中にある爆弾が爆発して仲間も花の都の人々も全滅。出ろ焔雲。やはり桃之助はここで焔雲を出しました。先週窮地になれば桃之助は必ず焔雲を出すだろうと考えました。これが1049話の話数の語呂合わせ6つ目、天式。天式でしょう。天式とは先週考えたように小田先生が好きな落語で、天式は医学用語でおならのことであり、桃之助の焔雲はおならに例えていると僕は考えます。ずっと出なかった焔雲がやっと出た。桃之助はすぐさま焔雲を鬼ヶ島に巻きつけてぐいーっと引っ張って鬼ヶ島を移動させました。そしてカイドウはルフィに、お前が一体どんな世界を作れると問いかけながらルフィの拳に噛みつきます。これにルフィは、俺はダチが腹いっぱい飯を食える世界。ルフィの巨大パンチ、バジュラングガンが炸裂。ルフィの拳は一瞬炎をまとった。カイドウの左の頬をメキメキと殴った姿は、先週考えたようにカイドウの象徴竜の像を殴った炎のエースそのもの。炎 VS 炎。これが1049話の話数の語呂合わせ7つ目、火のシンクロ。火のシンクロでしょう。ここまで僕はカイドウを倒す技は炎プラス覇王色の覇気のイカズチ、獣人化ルフィ、覇王色の覇気をつかむルフィ、不動明王の炎、カルラエンの技など4つの可能性を考えてきましたが、正解はバジュラングガンの炎プラス覇王色の覇気でしたから、これらの予想はいまいちダメでした。ギリギリ炎プラス覇王色の覇気という一部分が合致した程度でした。そしてここからはさらに先の話数の語呂合わせ予想もしてみましょう。この流れでいけば次のポイントは1049話だと考えます。なぜなら1049話の話数の語呂合わせ予想は重力です。重力、豪を制す。そしてニカルフィは太陽の神ですから、やはり炎を使う。炎と嵐と覇王色の覇気の雷鳴が轟く。それがカイドウを倒す必殺の一撃でしょうか。その炎プラス雷鳴の伏線があるとしたら、それはやはりルフィと表裏一体となるサンジにあります。サンジがクイーンを倒した大技イフリートは炎プラス電撃技でした。そしてそのサンジの足の炎は真っ白です。炎は赤よりも白色の方が高熱です。故に真っ白に燃えるニカルフィの燃える神は高熱。さらにこの炎プラス雷で倒すイメージは1029話のホーキンスの占いタワーのカードにもつながります。タワーのカードの絵柄は炎プラス雷であり、その意味は古きものの崩壊、そして新しい道でした。いよいよ古き四皇カイドウの地位が崩壊する時が近づいてきたのでしょうか。先週も考えましたが、バジュラングガンのバジュラングとは別名インドの猿神ハヌマーンであり、ハヌマーンは最勇気の孫悟空のモデルになった神です。その孫悟空モンキー D ルフィがこの1049話で目指すべき世界を問われたということは、つまり1049話の話数の語呂合わせ8つ目、天竺。
天竺でしょう。天竺とは西遊記において孫悟空や三蔵法師が経典をもらうために目指していた目指すべき世界だから1049話の語呂合わせは天竺。さらにバジュラングガンの猿神とは日本では太陽の神の使者と呼ばれる山の神であり妖怪です。そして神という漢字は猿に示すと書いて神。そんな孫悟空ルフィが目指す世界とは友達が飯を食える世界だそうです。これはもしかするとルフィとロジャーが言っていた同じ言葉、夢の果てでしょうか。まず1049話は49話とつながるでしょう。49話ではクリークがバラティエを襲撃して船員にお腹いっぱい飯を食べさせていました。そしてこの1049話でルフィが言う友達とはもちろんお玉のことです。こちらの1年前の動画では1011話の隠し語呂合わせはジョイボーイ。ジョイボーイであると考え、1011話でカイドウは笑うほどにニカと話していたことや、1011話のタイトル、あんこの神器でお玉からもらったおしるこの恩義からビッグマムが怒り、ページ1を倒していたことなどから、ジョイボーイと食べ物には関係が深いと1年前に考えました。さらにこちらの動画でも、ジョイボーイとは800年前にオールブルーを目指したコックかもしれないと考えました。さあ食え、食いてえやつには食わしてやる。メシアー、3時のメシアー。そう、こちらの動画で考えましたが、メシアとはメシア、救世主、ジョイボーイ、そして麦わらの一味のメンバーにはお腹を空かせるというエピソードが多いです。リカが作った泥だらけのおにぎりをゾロが食べた時、ルフィはゾロに惚れましたし、お腹を空かせた銀にサンジがご飯を食べさせた時、ルフィはサンジに惚れました。さらに子供時代のナミもお腹を空かせており、子供時代のロビンもお腹を空かせていました。チョッパーもヒルルクからもらったパンを食べて心を開いています。またお玉だけでなく桃之助もお腹を空かせていたエピソードがありました。さらに敵であるカイドウやビッグマムの子供時代もお腹を空かせています。また子供時代のルフィもまともにご飯が食べれない無法地帯のゴミ山グレイターミナルで育ち、そこでルフィは夢の果てを叫びましたから、世界中のみんなが飯をいっぱい食えるようにするという夢を叫んでいてもおかしくはないでしょう。だからこそそれを聞いたヤマトは笑わずに涙を流した。なぜならヤマトも子供時代お腹を空かせていたから。ルフィが夢の果てを叫んだ585話の話数の語呂合わせはご飯いっぱい、ご飯いっぱい、5は5つの5つです。さらにグレイターミナルでルフィの父親革命軍ドラゴンは、この国こそ世界の未来の縮図だ。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。と言っていました。ご飯がまともに食えないグレイターミナルを変えるということは、世界中のみんなが飯をいっぱい食えるようにする。ルフィとロジャーとドラゴンの夢の果ては同じ可能性。この1049話で語られていたように、世界は天竜人、世界貴族が生み出している格差社会や天竜人へ収める天上金に苦しんでおり、それが原因でお腹を空かせている人々がいると読み解けるでしょう。そんな竜であるカイドウがワノ国で天竜人と同じことをしていると。カイドウの信念は弱肉強食の世界。ルフィが望む世界、信念は弱き者でもご飯が食える世界。ルフィの信念に負けたカイドウは花の都の近くの地面に叩きつけられ、竜の形のままズボボ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 と地中奈落の底へと落ちていきました。これはおそらくルフィの空想の力によって竜の形のまま穴が開いて落ちているのでしょう。これはカイドウが初めて登場した795話で空島から自殺して人の形のままに地面に穴が開いていたこととリンクしており、795話の扉絵では猿がニカッと笑っていますから、バジュラングガンと繋がっていて面白いです。そして奈落へ落ちていくカイドウのシーンでは、お母さんに会いたいという願いが書かれた空船が登場し、竜であるカイドウは数字の9の形のままで奈落へ落ちていきましたから、それはつまり1049話の話数の語呂合わせ9つ目、0を前につけて落とす9つ、落とす9つでしょう。20年前の光月時の歌、月は夜明けを知らぬ君、叶わばその1年は旗と背を編む月夜に、
9つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。竜であるカイドウが数字の9の形のまま鬼ヶ島から落ちて落とす9つ。以前の動画ではオロチの8つの首とカイドウの首1つ合わせて9つの首が同時に鬼ヶ島から落ちて9つの影が完成すると考えましたが、世界一の漫画家小田先生の発想力ははるかに上。奈落へ落ちた竜の形が9つです。そして落ちながらカイドウはキングに話したジョイボーイとはこの先俺を倒した男だという会話を思い出します。つまりルフィこそがジョイボーイ。そしてホムラ雲で鬼ヶ島を引っ張って地上へふわりと着地させる桃之助。差しでやるならカイドウだろうと言われた四皇カイドウにルフィは勝利しました。ついにワノ国の戦いに決着がつきました。いや、確かにルフィはカイドウを奈落へ落としましたし、光月時の願いの歌もおそらく完成しましたが、まだです。ルフィは1041話で、お前だけは絶対にワノ国から追い出してやると言っていました。つまりカイドウがまだ地中にいるなら、それは追い出してはいません。しかも光月家の跡取り桃之助の戦いも終わっていません。光月おでんが残したカイドウの古傷も開いていない。浅いんだよ、そんな力じゃ。あの時の傷は開きもしねえ。続いては次号1050話の展開を話数の語呂合わせから読み解いていきましょう。1050話の話数の語呂合わせ予想。一つ目は人のおごり。人のおごりというのはどうでしょうか。おごりとは思い上がり、いい気になることですから、四皇カイドウに勝利したとルフィと桃之助が喜び、それはまだおごりなのかもしれません。1050話の話数の語呂合わせ予想。二つ目はドガマ。ドガマというのはどうでしょうか。ドガマとはそのまま釜ですから、おでんの釜茹での系が語られるかもしれません。1050話の話数の語呂合わせ予想。3つ目は自我。自我というのはどうでしょうか。5は語呂合わせ的にはがと読むようです。自我とは素顔のことですから、1050話で大人になった光月おでんにそっくりな桃之助の素顔が登場するかもしれません。1050話の話数の語呂合わせ予想。4つ目は0を前につけておでん恒例。おでん恒例というのはどうでしょうか。恒例とは死者の霊を呼び出すことですから、おでんと瓜二つの桃之助はまるでおでんの霊が宿ったように見えるかもしれません。その時こそ桃之助は勇気を出してカイドウに切りかかる。それはスナッチ、もしくはおでんに教わったテクニック、ちくわでカイドウを切る。そして次の1050話は50話とつながるでしょう。50話には世界最強の剣士ミホークが登場しています。ミホークの剣は優しい剣と言われていました。つまり1050話は桃之助 VS カイドウ。ルフィが力尽きている状態で、もしもカイドウが復活すればルフィを守れるのは桃之助しかいません。しかし桃之助は刀を持っていません。いや、刀は持っていませんが、勘十郎から逃げるために短刀を拾っていました。そして短刀といえば51話でミホークはゾロを短刀で倒していました。その短刀で桃之助はカイドウを刺すかもしれません。そして最後はやはりルフィの出番でしょう。ルフィがカイドウを追い出すのはおそらく次の次1051話ではないでしょうか。1051話の話数の語呂合わせ予想。一つ目は度外。度外です。度外とは範囲の外という意味であり、1051話とつながるであろう。151話でルフィはワポルをゴムゴムのバズーカでドラム王国から追い出していましたから、ワノ国からカイドウを追い出す技もバズーカなのかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。